こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、シカゴピザを用意しました。見てください、このピザ分厚いんです。すごくないですか？ 3 センチぐらいあります。で、存在をね、知ってから前から食べてみたかったんですよ。テイクアウトできるとこないかなと思ったら、デビルクラフトっていうお店がシカゴピザをテイクアウトしてて、今日はこちらの3種類のシカゴピザを用意しました。いただきます。ピザにはコーラですよね。あー、いい音だ。うまい。取ります。めっちゃ美味しそう。見てください、断面はこんな感じになってます。超美味しそうですね。いただきます。これ全部ね、チーズをダブルトッピングにしてもらったんですよ。だからチーズたっぷりで超美味しいです。トマトソースもたっぷり使われてます。耳の部分はどんな感じでしょうね。パンっぽいです。でもね、壁になっとるから分厚いわけじゃないんですよね。だから硬いって感じでもないです。美味しい。具もたっぷりだし。で、次はこのいろんな具が乗ってるピザです。あ、落ちちゃった。で、ちなみにね、これ箱と袋のまんまなんやけど、重さを測ったら約4キロもあったんですよ。だから 3.5 キロはあると思いますね。ソーセージもサラミも乗っとって具だくさんですね。トマトの角切りとかオリーブとかも乗っとって、もうこれでもかってほど詰め込んでますね。うまい。で、次はね、最初のピザにひき肉とかが乗ってる感じかな。ミートソースかな。ひき肉がジューシーで美味しいですね。トマトソースの煮込みハンバーグが乗ってるみたい。もうね、うまさの暴力って感じがします。美味しいパンチをいっぱい使ってるみたいな感じです。ちょっと意味がわからないと思います。そういうガツンとしたジャンキーな美味しさです。なんて美味しいんやろ。こんなにも美味しいピザがあったなんて幸せです。美味しい。ちょっとね、冷めてきちゃったんで温めながら食べます。部屋に冷房が効いとると食べ物すぐ冷めちゃいますよね。温め直してきました。レンジって大体温めすぎちゃいません？これどうにかならないですかね。大体熱々になっちゃうんですよね。熱い。でもチーズがとろけて超美味しそうです。じゃあ冷たいより熱々が美味しいですね。すごい。じゃあ次はこれを温めていきます。温めてきました。もう具がこぼれ落ちそうです。落ちた。でもこれ考えた人すごいですよね。ピザの時点で美味しいのにさ、こうやって周りに壁を作ってもっと具材を食べれるようにしてるんですよね。すごい。私こういうね、美味しいものをもっと美味しくするアイディアのある人大好きです。誰か知らないけど、シカゴの人かな。じゃあ最後3枚目温めていきます。こんだけ分厚いとね、枚っていうのもちょっとおかしい感じがしますね。3個目 ?3 台目3ホール目か。で、最後の1枚です。もうすごいですね。何回見ても驚きですね、この分厚さ。
ピザとサラミはよく合いますね。でもサラミってさ、あんまりピザ以外の料理に使われとるのって見ない気がします。サラミを単品で食べるかピザに乗ってるかっていう私はイメージです。私のサラミ知識でしたコーラ2本目です。コーラはよく合いますね。最後のワンピースです。で、最後の一口いただきます。完食です。シカゴピザめっちゃ美味しかったです。いや、美味しいやろうな、美味しいやろうなって恋焦がれとったものをいざ食べてみて本当に美味しいと幸せですね。でも食べてみて食パンとかでも代用できるかなと思いました。今度作ってみようかな。私が今日食べたシカゴピザで一番美味しかったのは、一番最初に食べたトマトソースがたっぷり入ったピザですね。やっぱりトマトとチーズはね、合いますね。一番チーズをね、感じられた気がしました。これはシンプルな方が美味しいなと思いましたね。で、2番目に美味しかったのは、お肉とトマトソースがたっぷり入ったピザですね。で、お肉の旨味とね、トマトが合わさると、これまた美味しかったです。チェーンのデリバリーのピザでシカゴピザをこう生地の種類で始めてないのが不思議なくらいだなと思いました。ちょっともうそろそろどこかのお店にね始めてほしいですね、シカゴピザの生地っていうのをね。まあでも値段とかがめっちゃ高くなっちゃうのかな。今日も1枚の L サイズのやつが普通の L ピザ3枚分ぐらいあるってお店の人が言ってました。ワンホール4人前ぐらいなんですって。だから12人前ぐらいですね、今日食べたのね。美味しかったです。とっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べる機会があったら食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらコメント欄や Twitter などで教えてもらえると嬉しいです。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。